それでは最後、体が硬くても上段回し蹴りを蹴りたい方にとっての救世主、極真会館千葉道場、竹石修先生のフォームをご紹介します。まず、竹石先生の柔軟性がこちら。これぐらいです。そして、そんな竹石修先生の上段回し蹴りがこちら。こんな感じですね。こんな感じですね。私自身、最初動画を見たときは驚きました。この動画を見るまでは、上段回し蹴りを高く蹴るには開脚が必須だと思っていたのですが、そんな固定観念を打ち破る転機になりました。私にとってはまさに目から鱗の神動画でした。それでは、なぜ体が硬くても上段回し蹴りを蹴ることができるのか。そのポイントは、竹石先生の上段回し蹴りをテーマにした複数の動画の中で解説されていますが、個人的にはその最大のポイントは、膝を上げて蹴ろうとしないことでした。テコンドーでは、とにかく膝を高く上げろと口を酸っぱくして繰り返し言われます。動画でもほとんどの指導者が膝を高く上げることをポイントとして教えています。これは体の柔らかい人には正論ですが、体が硬い人にとっては逆効果の指導になります。なぜなら体が硬い人は膝を上げた時点で筋肉が緊張して体が固まるからです。それにこれは試していただくとすぐにわかりますが、膝を上げた状態から膝から下をまっすぐ伸ばしきることは体がかなり柔らかくないとできないことです。先ほど見事な上段回し蹴りをされていた竹石先生は、一度膝を上げてから蹴るとどうなるかを別の動画で失敗例として実演しています。それがこちらです。膝を曲げて蹴ろうとするんです。こうやって、蹴ろうとしてますね。蹴ろうとしてますね。蹴れないんです。もう絶対蹴れないんですよ。うまく蹴れない。自分だって蹴れないですね。大体こんな感じなんですよ。こんな感じになりますね。このように竹石先生は膝を上げたらうまく蹴れないと断言されていますし、生徒さんには膝を上げて蹴らないでと繰り返し指導されています。ということで、体が硬い人は膝を上げてから蹴るフォームイコール膝を抱え込んで蹴るフォームが適さないことはご理解いただけたと思います。それではどうしたらよいのか。その答えは、足が最も高く上がりやすい股関節を少し外旋させた状態で一気に振り上げるです。体が硬い人は先に膝を上げると足を下から振り上げる勢いをそこで使い切ってしまい、蹴り足が高く上がらなくなってしまいます。そのため、足を振り上げる勢いを使って、足先を一気に最高点まで上げてしまう方が、体が硬いものにとっては合理的かつ必須なのです。これを竹石先生は、回し蹴りを蹴ろうとせず、外回し蹴りをするときのように膝を伸ばしたまま足を少し外側から上げて蹴ってください。と生徒さんに指導しているわけです。実際の動画をご覧ください。膝伸ばしたまま蹴ってください。いつも言ってますね。この角度なんですよって、足が上がるの。上段回し蹴りって、ここですね。この角度ですね。この角度に足を上げていくんです。この角度ですね。そうすると簡単に足ってヒューってきれいに上がっていくんです。補足となりますが、この膝を上げてイコール膝を畳んでから蹴らない、膝を伸ばしたまま蹴るというのは体が硬い人に向けてのものだと思います。私は極真空手に詳しくはないのですが、以前松井翔慶氏と緑健二氏がそれぞれ上段回し蹴りのやり方を教える動画を見たときには、松井氏は膝を大きく横に向けるという違いはありましたが、どちらも膝を上げてイコール膝を抱え込んでから蹴ると説明していました。
個人的に分かりやすくて良い動画だなぁと思っていましたが、残念ながら現在は削除されており視聴できません。しかし、この動画の画像を使って解説しているブログがありましたので、説明欄に URL を書いておきます。本当なら私もこの動画内でその画像を引用してお見せしたかったのですが、著作権者とコンタクトを取れずできませんでした。すみません。それでは最後、上段回し蹴りのフォームの違いについて非常に興味深いことを発見しましたのでシェアします。竹内先生は動画の中でこうやって膝を上げて蹴らないでくださいと良くない例として実演されているフォームがあるのですが、これがテコンドーにかなり近いのです。比較動画を作成しましたのでご覧ください。いかがでしょう？似ていると思いませんか？もし竹内先生の体が柔らかければほぼ同じだったのではないかと推測しています。さらに竹内先生の別の動画で前足上段回し蹴りの良いお手本を実演されているものがあるのですが、こちらの比較動画をご覧いただくと、先ほどよりさらにフォームが似ていると思いませんか？実は後ろ足の上段回し蹴りよりもこの前足上段回し蹴りのフォームの方が似ているのには明確な理由があるのです。なぜかわかりますか？これについてはまた別の動画にて解説したいと思います。ここまでフルコン空手の上段回し蹴りのフォームと比較することでテコンドーの上段回し蹴りの特徴や特性について解説しましたが、いかがでしたでしょうか？前回の動画でテコンドーの定番の技であるはずの上段回し蹴りの動画がなかなかないと言いましたが、それは教科書的なフォームでかっこよく蹴るには前後左右180度開脚できるほどの柔軟性が必須だからです。もしそういった柔軟性がなく蹴ろうとすると、足が高く上がらず打点が低くなるだけでなく、窮屈でキレのない蹴りになってしまうのです。それに筋肉が突っ張って蹴り足が気持ちよく伸びない中、勢いをつけて無理やり蹴ろうとすると肉離れを起こすリスクもあります。そして子供と違って大人が180度開脚できる柔軟性を身につけるのは並大抵のことではありません。特に40歳を過ぎると筋肉はどんどん硬くなっていきますので、そんな中本当の柔らかさを獲得するにはとても大変ですし、そもそも現状の柔らかさを維持するだけでもかなりの労力が必要になるのです。ということで少し厳しいことも言いましたが、結論として何をお伝えしたいかと言いますと、もし今のやり方で思うように上段回し蹴りを蹴れていないのであれば、一旦それを置いておいて別のやり方も試してみていただきたいということです。真面目な人ほど教科書的なやり方をマスターしようとしますし、先生や先輩が指導することを守ろうとします。しかし教科書の内容自体変わっていきますし、同じ武道、同じ流派でも指導者によってフォームが異なっているのです。フォームに唯一の正解というものはありません。なぜならその目的や何を優先するのかで最適なフォームは変わるからです。それに柔軟性がないとどんなに運動神経が良くてもいくら練習しても真似することすら難しいフォームもあるのです。それなら自分の骨格や現状の筋肉、柔軟性でも無理なくできるフォームを探し試してみるのも損ではないと思います。特定のフォームにこだわる気持ちは痛いほどわかりますが、まずは無理なく気持ちよく蹴ることができるフォームを身につけ、上段を蹴る楽しさを知っていただけたら良いなと思います。すると、それが時間も労力もかかるストレッチを頑張ろう、続けようというモチベーションにもなります。誤ったストレッチのやり方でなければ、体は柔らかくなっていきますので、気づいた時には今までできなかった憧れのフォームでも蹴ることができるようになっているかもしれません。今回の動画は以上です。もし
何かの気づきになった、少しでも参考になったと思われた方は、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、更新が遅く不定期で申し訳ないのですが、今後も動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。